どうもずんです。今回はですね、こちら、前回ね、大量のさつまいもを買ってきて、干し芋を作るべく仕込んだ動画を上げたんですけど、その動画から約1週間ほど経って、ようやく干し芋が完成したので、今回そちらをね、お披露目して、実際に食べていきたいんですけど、今回こちら完成した干し芋だけじゃなくてね、1日目から途中経過の動画を撮っているので、そちらをまずご覧ください。はい、これで1日干した後ですね。おお、もうできてるな。この何かわかります？もう干し芋感がすごい。もうカサカサ。でもまだ中が柔らかい。いただきます。干し芋だ。外はちょっとね、ちょっと固めで、まだでもねっとりしてて、ちょっとねっとり系だね、まだ。ということで、1日目はこんな感じで、これちょっといただきます。はい、2日目ですね。見てください、これ。もう、めっちゃ綺麗な黄金色になって、もうね、見た目的にはもう干し芋ですね、完全に。で、やっぱり1段目と2段目と3段目で、太陽の当たる角度が違うんで、ちょっと干し具合が変わってますね。1段目はちょっと高めのところで、ちょっとベランダに天井があるんで、やっぱり日が当たりづらいというか、その点、中段はめっちゃ、もうカラカラというか、いい感じだな。じゃあちょっと本日も試食をしていきます。さあ、どれにしようかな。あんまり食べ過ぎてもあれなんで、真ん中の、これだ。この端っこの方だったから、こっちが皮ですね。この小さくて皮寄りのやつやっぱりちょっとめっちゃ細くなって、でも問題なく食べられそう。これなんだろう。これ繊維だな。よし、じゃあいただきます。お、昨日よりちょっと硬めですね。やっぱり。この下の方めっちゃ硬そう。硬っ。いやもうだいぶ、でも、もう十分干し芋ですね、これは。2日目で。これちょっと1週間干すとか言っちゃったけど、1週間まずいかもな。ちょっと明日まで置きましょう。はい、3日目と言いたいところなんですけど、ちょっとね、3日目ちょっと取り忘れちゃって、でもね、まだね、4日目の朝なんで、3日目の太陽を浴びた後の干し芋ですね。まだギリセーフかなと。見てください。どうでしょう。もう見た目はね、完全に干し芋ですね、これ。昨日よりも、2日目よりも、だいぶ、もう本当に持った感じがすごい硬いな。この、音も。もうこれ、もうできてますね。もう2日目もできてたけど、これなんか特に凶器になり得るな。ちょっとしたナイフ。でもないな。柔らかい。外側めちゃくちゃカチカチになってますね。じゃあ本日も味見タイム。ちょっと最後重さを測ってどれぐらい減ったかっていうのも測りたいので、小さめのこちらいただきます。硬っ。めちゃくちゃ硬いこれ。もう外側がカチコチすぎて噛むのが大変だ。硬すぎるこれ。水分が本当に抜けてる感じ。もう本当にちょっと噛み跡で申し訳ないんですけど、もうこの水分がない感じわかりますかね。この白っぽくなってる感じ。でも中の方はまだ柔らかいというかねっとり感が残ってるんで楽しめますね。もうこの結構敷き詰めた時はぎゅうぎゅうな感じだったのに、もう細くなっちゃって芋がもう3キロないんじゃないかな。5キロあったのに。これ1週間やるのやめようかな、ちょっと。とりあえずじゃあ4日目の朝ということで、また夜撮影したいと思います。はい、こちら
4日目と言いたいところなんですけども、5日目なんですよ。ちょっとね、自分のズボラなところが出ちゃいましたね。どうでしょう。うわ、もう硬い。でもなんかまだ奥の方に柔らかさは感じる。こうやって爪でギュッと押すと爪痕はつくぐらいですね。もう厚さもこんなに薄くなっちゃって、重さもだいぶ軽くなって、1週間やるって言ったけど、もうこれはちょっとね、これ以上硬くしすぎても品質があれなんで、これで完成としたいと思います。はい、こんな感じで5日間と言いたいところなんですけど、こちら6日目の干し芋になります。まあそれはともかく早速ね、こちらの方収穫していきたいと思います。で、ただ収穫するのも、面白くないので、こちらのね、はかりを使って、まあ最初乾かす前は5キロあったじゃないですか。そちらがね、この干し芋になった段階で何キロになってるか。まあちょっとね、試食した分とか、つまみ食いした分があるので、まあ、そちらの方ちょっと考慮して計算してみたいと思います。よし。こっちの方が見やすいかな。よし。そしたらね、こちら収穫していきます。おー。見てください、こちら。結構ね、なんかツヤがあるというか。でもこの、ゴムベラみたいな、結構硬いんですよね。でもまあ、こうやって、しなるというか。なので、外側はしっかり硬く乾いてて、中の方はなんだろう、もっちりとは違うんですけど、ねっちょりというか、まあそんな感じですね。色も結構綺麗に、もうこの光が当たると、黄金色になってるんじゃないでしょうか。で、若干透き通ってる感じが、また綺麗ですね。よし。よし。まあこういう皮に近かった部分というか、一番端っこで切った部分、結構ね、黒ずんでる感じはあるんですけど、今回カビは一切生えなかったんで、まあ成功と言えるんじゃないでしょうか。もうカビが生えちゃったら食べれませんからね。どうしようかな。ちょっと並べ方がサムネにした時に絵になるような。よし。これ終わりと見せかけて、中にもあるんでね。よいしょ。おー。結構長くて、これもやりそうですね。ちょっと。結構音聞いてもらえればわかると思うんですけど、結構硬いんですよ。これで殴られたら、だいぶ痛いと思います。そんぐらいは硬いです。で、これを収穫する前に、ちょっとお店で干し芋をちょっと見てきたんですよ。で、見たら、結構なんか表面に白い、なんだろうな、白っぽくなってるというか、カビじゃないんですけど、多分あれは糖分が結晶化して白くなってると思うんですけど、でも今回そういうのは見当たらないですね。で、持った感じも、その袋を持った感じもちょっとずっしりとして、これ結構硬すぎだと思うんですよね。だから、お店の干し芋はちょっと柔らかい感じがしたんで、まあでもその硬さとか乾かし具合っていうのを、干し具合を自分で選べるのがこの手作りのいいところですよね。まあ自分は何でもあれですね、お菓子とか、まあ食品の好みが割と硬いもの好きというか、まあ全然種類が違うんですけど、砂肝とか、ああいうコリコリしてる硬めの食感が好きなんで、まあだいぶ干しましたね。まあ実験も兼ねてですけど、結構網にくっついて剥がしづらいな。よいしょ。今何？もう1キロいってる。あ、でもこれ半分ですよ、もう半分で1キロってことは、全部で2キロないんじゃないかな。このちょうどいい大きさの3兄弟。3姉妹。3兄弟。よし。でも今回こうやってもう、網のスペースが足りなかったんで、
この上の部分、もう出ちゃってる部分にも干したんですけど、一切虫とか鳥とかにやられませんでしたね。それが一番心配だったんですけど、鳥にもやられず、虫にも負けず、カビにも負けず、って感じで、太陽のエネルギーをもらった立派な欲しいものだと思うので、こうやってなんか手間をかけた作品じゃないですけど、愛着が起きますね。ちょっとサムネ映えを考えて、大きいの上に。よし。これで全部ね、空になりました。おー、だいぶ軽くなった。結構ね、この3段あるじゃないですか。3段あって、まあ昼はベランダで干して、夜は部屋の中に運ぶんですけど、だいぶ重かったんで、でも日に日に軽くなっていく感じが、なんか、あ、干されてるなーって、できてきてるなっていう実感が湧きましたね。ということで、重さを見ていきましょう。おぉ、マジか。1772g。そんなつまみ食いしたっけ？せいぜい食べたとしても、まあ試食、毎日のその試食、まあそれぞれの日の味比べだけだったんで、まあ5、6枚、ないしは7枚です。多くて7枚なんですよ。で、最初測った時に最初測った時に1枚が多分42だったんですよね。で、7かけると、だいたいまあ280じゃないですか。で、まあ大体ここに足すと、2キロぐらいなんですよ。2キロか。最初5キロあって、まあそれを茹でて、まあ皮を剥いて、いらない部分切って、干したら2キロになっちゃいました。すげえ。まあ大体何パーセントだ？ 60% 減っちゃいましたね。だから 40% しか残らない。さつまいもの6割は水分だった。人間とほぼ一緒ですね。あ、人間の方が多いから。なるほどね。すげえ。そりゃ高いですね。こんだけ手間もかかって、こんだけちっちゃくなっちゃうから。まあこれを全部で500円で買ったとしても、だいたい欲しいものが5から10枚入ってて、あれ何グラムかな？ちょっと調べてみよう。いや、今ちょっと調べてみたら、まあ2キロで4000円とか5000円とかなんで、だいたい10倍いかないぐらい。まあ品質とかにもよるんですけど、まあこういう手間をかけることで、めちゃくちゃ価値っていうのが変わるんだなっていうのはすごい。まあ作ってみてね、その手間も分かったし、すごい有意義な経験になりました。まあ、ということで、実際ね、食べていきましょうということで。よし。はい、こんな感じですね。よし、そしたら早速食べていきましょうか。なんか本当にちょっとスーパーの見てから思ったのは、ちょっと硬すぎかもしれないな。実際食べていきましょう。いただきます。あ、これ、歯が弱い方は多分抜けますね、これ。あ、こっちー。うん。まあでも硬いけど、噛むごとにどんどん柔らかくなってきますね。もう中の方はまだまだ柔らかいというか、ねっとり感というか、ねっとりではないんですけど、もう本当それこそ硬すぎるハイチェみたいな、そんな感じですね。なんだろう、ちょっとちぎってみましょう。ほら。わかりますかね、これ。中の、この芋感というか、それが、水分がかろうじて残ってるんで、それがね、しっかり硬すぎだけじゃなくて、食感をね、保ってます。ただ自分が食べたことがある干し芋の中でダントツで硬いかもしれない、これは。もうなんか、裂いてる時も思ったけど、当たり目イカの当たり目を食べてる気分。食感とかに関しては。まあでもしっかり、この中心の方は、まだスイーツ感が残ってるというか、で、肝心の味なんですけど、もうしっかり味自体は、本当に干し芋というか、噛めば噛むほど甘いというか、でも本当に外側は水分がないんで、口に入れた瞬間はもう、さつまいもの香りがふわっとするだけで、
味自体はそんなにしないですね。で、噛めば噛むほど中の方のさつまいもの甘みというのが唾液で分解されているのか、甘みがどんどん出てきますね。でもこの歯にくっつく感じがあるんで、苦手な方は苦手かもしれないですね。まあちょっとね、実験のためとはいえ、まあ1週間弱干しましたけど、本当に2日目、3日目あたりが食べ頃でしたね。まああとは気候とか、天気とか、まあ湿度とかにもよると思うんですけど、今本当に冬で寒くなってきて、乾燥してるじゃないですか。で、空もカラッと晴れて、昼間は。まあそれがあってね、すごい、もう2、3日でもう十分干し上がる条件が揃ってたんでしょうね。でもこれは、味は美味しいけど、この硬さは、まあ、クレーム来るレベルだろうね。オタクの欲しいもで、歯が抜けちゃったんですけど、どうしてくれるんですかみたいな。角がいて、もうね、この1枚が大きすぎて、食べるのにめっちゃ時間かかったんですね。これもう本当に奥歯必須ですね。奥歯必須で、筋肉めっちゃ使う。めっちゃ疲れた。1枚食べるのにこんなに疲れたらダメだよ。食べる前にもう一回蒸したらいい感じになりそうですね。水をちょっと霧吹きでかけて、ラップをしてチンしたらいいかもしれないです。いや、欲しいもん大好物だけど、こんなに食べるのに手間かかってたら、こっくりになってしまうんで、ちょっとね、電子レンジで蒸らすやつを試してみたいと思います。よし。めっちゃいい匂い。今ね、ちょっとさっき言ったように、一回ね、水にくぐらせて、ラップをしてチンしてきました。うわ、めっちゃいい香り。さつまいもの匂いがすごい。湯気が。熱いな。すごい柔らかい。いい感じかも。熱々です。熱いけどちょっといただきます。これだよ、これ。これが欲しいもんだよ。よかった。よかったとか言ってる。でもすごい甘い。人間の舌って、あったかい、適温の方が味が濃く感じるんですよ。これ本当に今、冷たいんですよね、めっちゃ。だからもうアイスとかは、すごい砂糖とか使って、めちゃくちゃ甘くしないと、温度で、氷の状態で甘みを感じられないんで、通常の常温だと使いすぎなぐらい砂糖を使ってます。全然違う、関係ない話なんですけど。なんでこのあったかいから、こっちより全然甘みがありますね。でも中心の方はちょっとチンしすぎて、逆にカチカチというかもう本当に、もうそれこそ水分がゼロになってますね。この1枚だけじゃなくて、大皿に水にくぐらせた干し芋を何枚か並べて、適度にチンしたら復元できると思います。うわ、パキッっていうぐらい硬くなっちゃいましたね、中は。あとはもうちょっと水分があったら、もっといい具合に復元できるかもしれない。甘みはめっちゃ感じる。ただこれ、時間が経つとどんどん蒸発して元に戻っちゃいますね。なんで、冷めるまではラップしといて、蒸らしといた方がいいかもしれないですね。こうやって、いろんな食感が楽しめましたけど、結論、2日3日干せばちょうどいいってことでしたね。これはね、ちょっとね、いっぱい作ったんで、友人とかに分けようかなと思ったんですけど、硬すぎてちょっとクレーム来そうなんで、ちょっと自分で頑張って消費していきたいと思います。全然保存の方も、またこちらも前々回の動画で話した技なんですけど、袋に入れて、小分けにして、こちらの真空パック機で
チン切りにして、まあこれでも常温でも全然保存できるんですけど、さらにこちらを冷凍すると、もうね、もう半年以上、ないしは1年持つので、こちらの方でね、干し芋ライフを満喫したいと思います。まあちょっと硬すぎるのは先ほどの電子レンジでちょっと蒸らしてね、復元してからいただくという形で。いやーまあね、まあ、初めての干し芋作りでしたけど、さすがに1週間やりすぎでしたね。まあ、どっちかっていうと本当にドライフルーツですよね。だから、なんだろう、みじん切りにして、もうケーキの材料にしても面白そうですね。それこそなんだろうな。スポンジの中にドライフルーツが入ってるケーキとかあるじゃないですか。なんて言ったんだっけな、ああいうのって。マフィンじゃなくて。まあちょっとそういうの疎いんでちょっとわかんないんですけど。なんで、この食感を生かして、みじん切りにして、スポンジの生地に練り込んで、一緒に焼いたら、結構いいスイーツが生まれそうなんで、まあ機会があったらちょっと動画の方でやっていきたいと思います。まあ、ということで皆さんも干し芋を作られる際は、2日3日を目安に干してください。今回の干し芋作りの動画、参考になったよって思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。